今日は肉巻きもやしを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、肉巻きもやしを作っていきたいと思います。もやしをね、肉巻きにするだけなんですが、今回は電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。さらに今回はこのね、肉巻きもやしにぴったりなネギダレレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、もやし、長ネギ、にんにく、生姜、小ネギ、お醤油、お酢、お酒、お砂糖、白ごま、塩コショウ、黒コショウ、ごま油。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずもやしを巻くお肉なんですが、今回は豚バラの薄切り肉を使っていきます。こちらはお好みの部位の薄切り肉を使っていただいて OK です。そして今回はですね、上にネギダレをかけて仕上げていきたいと思います。ネギダレに使うニンニクと生姜なんですが、今回は生のものを使用していきます。生のものの方が食感と、あとは香り高いので、できればね、生のものを使ってください。ない場合はチューブタイプのもので代用していただいても OK です。その場合は小さじ1/2弱ほど入れてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、タレから作っていきます。最初に長ネギをみじん切りにしてください。切りやすい方法でね、切っていただいて OK です。では切っていきます。はい、長ネギはこのようにみじん切りにしてください。そしたらこちらはボウルに入れましょう。それでは続いて生姜を切っていきます。まずこちら皮を剥きます。はい、そしてこちらをみじん切りにしてください。では切っていきます。はい、 OK です。切ったらこちらもネギのボウルの中に入れてください。それでは続いてニンニクです。まずこちらは縦半分に切ってニンニクの芽をね取り除いてください。こちらはえぐみの原因になるので必ずね取り除くようにしましょう。そしてこちらもみじん切りにしていきます。はい、でニンニクも切り終わったらボウルの中に入れましょう。それでは続いてトッピングの小ネギを切っておきます。まず根元を切り落として、そして半分に切ります。また半分に切って、あとは切り口を揃えて小口切りにしましょう。小ネギはこのように切っておいてください。こちらはボウルに入れずに別皿に入れておきましょう。ではタレの続きを作っていきます。先ほど入れたね長ネギとニンニクと生姜のボウルの中にお醤油とお酢、そしてお砂糖、ごま油、そして白ごまを加えます。こちらをよく混ぜましょう。はい、これでねお砂糖のシャリという感じがなくなれば OK です。では続いて肉巻きを作っていきます。まずねもやしを水洗いしてください。はい、で水洗いしたらこちらはねペーパーで水分を拭き取ってください。もやしの準備はこれで OK です。それではお肉で巻いていきます。まず塩コショウでね下味をつけてください。そしたら続いてもやしを置きます。今回ですね8個作っていくのでだいたい8等分になるようにねもやしを分けてみてください。そしてお肉の上に置いてください。あとはね手前からくるくる巻いていきます。きつめにね巻くようにしてください。くるくるくるっとねお肉の厚みが均一になるように巻いていきましょう。はい、このように巻いてください。そして巻き終わりは必ず下にして置いておいてください。それではね残りも同じように巻いていきます。はい、8個巻き終わりました。このように巻いてください。そしたら耐熱のお皿を用意します。そしてこの上に肉巻きを置いていきます。置くときは必ず巻き終わりを下にして置いてください。はい、このように置きます。そしたらもう一度上から塩コショウをかけて、そしてお酒を全体に回しかけます。そして最後に黒コショウですね。お子様が召し上がる場合は黒コショウを抜いていただいてもね OK です。はい、そしたらこ
こにふんわりラップをかけてください。はい、そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で5分加熱します。はい、5分加熱しました。ラップを外します。やけどしないようにね、注意してください。はい、これでね、お肉にしっかり火が通ってれば OK です。もしね、まだ赤い部分がある場合は、もう少しね、加熱してみてください。そしたらですね、このままのお皿を使っていただいてもいいんですが、かなりね、もやしから水分が出てるので、このお皿を使う場合は、一度ね、この水分を取っていただいて、そしてタレをかけてください。今回はね、ちょっと移しちゃいますね。これで乗せていきます。はい、このように盛り付けます。あとはね、この上からネギだれをかけます。あとはね、お好みで小ネギをかけてください。はい、これで完成です。はい、これで肉巻きもやしの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにボリューム満点で美味しそうな仕上がりになってます。お好みでネギだれと、あとは小ネギを散らして召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。おいしい。中のもやしがね、すっごくシャキシャキです。そしてこのネギだれがすごく合いますね。あとね、最後にかけた黒胡椒もね、すごく味のアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の肉巻きもやしのポイントです。まず今回はですね、ネギだれを一緒に作りました。こちらのネギだれはお好みで作ってみてください。すごくね、肉巻きもやしにぴったりなので、ぜひ合わせて作ってみてください。ちょっと作るのが面倒だなという時は、ポン酢などで召し上がっていただくと美味しいと思います。そしてお肉でもやしを巻く時のポイントです。まずもやしの方向を揃えて、そしてお肉の手前に置いてください。あとはもやしがバラバラにならないようにきつめにお肉を巻くようにしてください。今回はね、全部で8個分作ってますので、もやしがだいたい8等分になるようにね、巻いてみてください。そして今回はですね、レンジで簡単に作りました。このレンジで加熱する時なんですが、まず必ず耐熱のお皿を使うようにしてください。そして必ずお肉の巻き終わりを下にしてレンチンするようにしてください。今回私は5分加熱してますが、この加熱時間はお皿の種類だったりとか、あとはレンジの種類で変わる場合がありますので、もしね、5分経ってもまだちょっと赤い部分があったら、もう少しね、加熱してみてください。あとはお好みでタレをかけて召し上がってください。そして先ほども言いましたが、黒胡椒を振っていただくと味のアクセントになりますので、ぜひね、こちらもかけて作ってみてください。そして加熱し終わった後なんですが、もやしからかなり水分が出てますので、水分をね、取ってからタレをかけるようにしてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は肉巻きもやしを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。